皆さんこんにちは。別館すみチャンネルへようこそ。今回私たちは2024年2月に銀水槽祭りと銘打って1泊目に西伊豆堂ヶ島の乳銀水に、2泊目に伊豆稲取の銀水槽に宿泊をしました。先に3回目の宿泊となる銀水槽の動画をアップしております。堂ヶ島乳銀水は銀水槽と同じく全室オーシャンビューという絶景を目の当たりにできるリゾートホテルで、10月中旬から3月初旬にかけては日本の夕日100選に選ばれた美しい夕日を眺めることができます。私たちはここに来る前に堂ヶ島の洞窟を遊覧船でクルージングし、トリックアート迷宮館を訪れました。観光名所からもアクセスしやすい、そんな乳銀水をぜひご覧ください。玄関フロント周りはこんな感じです。とても綺麗な作りになってますね。こちらのフロントでチェックインとチェックアウト手続きを行います。さあではこのフロントからですね、旋回して見ていってみると、こちら左の方眩しいですよね。あちらの方にラウンジがあります。後で行きますのでお楽しみに。フロントの横にですね、子供用の浴衣セットがあります。こういう着物ってなんかすごい和を感じるんで、私すごい好きですね。そして両サイドにですね、ひなの吊るし飾りがあります。2月に行ったので、そういう風にですね、飾り付けもあるんですね。ここにもありますよね。とても可愛らしいですね。こちら奥がですねフロントになっておりまして、こっち回ってきますとラウンジがあります。ラウンジのドリンクコーナーは朝の9時から夜の10時までやっています。こちらがラウンジです。ちょっと電気のフリッカー現象が起きてしまっているんですけども、ラウンジはすごい広いですよね。で、奥に見えているこの景色がまた最高ですね。ちょっと見方を変えてみてですね、もう一度ラウンジの中を見てみます。日が差し込んでいるとすごい明るいですね。では外を見に行ってみます。ナイスなオーシャンビューが現れました。もう海がキラッキラ輝いちゃってますね。こちらがドリンクコーナーです。生ビールは15時から17時まで利用することができます。このひなの吊るし飾りすごくてですね、7階のところから随分下の方まで吊るされてるんですよね。すごいですよね。この時期はですね、夕日が綺麗に見られるというタイミングだったので、こういうインスタに投稿するキャンペーンとかやったりとかしてましたね。日の入りの時間も掲示してくれているので、この時間に合わせてラウンジに向かいました。夕食の別注メニューの一品料理が掲示されていたので、私はサザエをオーダーしています。ラウンジのすぐ前のところですね、ショッピングモールのマーレマーレ、お土産屋さんですね、があるんですけども、こちらは終わりの方でレビューしていきたいと思っております。
私たちは西棟の部屋で宿泊をするんですけれども、こちら今階段見えてますよね。そして見えないんですけど、ここの左側のところにですね、スロープもあるんですよ。なので荷物を持っている人はですね、スーツケースとか転がしてスロープの方から行くという風にできたりするので、他にも何か所かこういうところありまして、そういうところでこういろいろですね、気遣いをしてくれているというのを感じられましたね。この通路がまた長いんですよね。この乳銀水という建物が大きいのがすごい伝わってきます。さあ着きました。本日宿泊する部屋はこちら910の部屋です。玄関の方からこう見上げていきますと、この日天気良かったんで、もう窓の方真っ白ですね。すごい光です。で、今回あえてですね、このカーテンはまだ閉じた状態で部屋を見ています。部屋の反対側から玄関の方を見ている映像です。お月菓子のこの藍染めがですね、うちの娘は大好きなんですね。ではいよいよカーテンを開けます。すでに見えているこの景色、素晴らしいですね。ナイスビューです。銀水槽の方でも何度かオーシャンビュー見てきましたけども、ここはここでまたいいですね。伊豆の松島なんて言われているそうですね。わかる気がします。大浴場、そして露天風呂のご紹介に行きます。西棟に宿泊した場合はですね、4階のところからエスカレーターを降りていきます。こちらですね、スロープと階段がありますね。こういう心遣い結構ありがたいですよね。結構長いエスカレーターなんですよね。降りた先がですね、また下の方を覗くことができるんですけども、卓球があったり、ゲームコーナーがあったり、あとはですね、プールがあったりと、いろいろあるんですね。さあ、そしてそのまま進んでいきますと、湯上がりどころっていうんですかね、椅子がこんな風に並んでいます。で、目の前のところがまた海が見えるところですよね。とても綺麗です。では、いよいよ大浴場のご紹介になるんですけれども、その前に、ここのところにですね、麦茶と、あとアイスキャンディーがあるんですね。なので、その湯上がりどころの椅子に座って、麦茶飲んだり、アイスキャンディーを食べたりという風にしてまったり過ごすことができます。これは嬉しいですね。まずは男性大浴場の方からです。こちらですね、男女の入れ替え制ではないので、そこはご注意ください。マッサージチェアもあるんですよね。体が温まってからこれ使ったらきっと血行促進されますよね。ロッカーはですね、鍵付きになっていますので、それも安心できます。
中に入ってみまして、まずは洗い場なんですけれども、一人ずつでこういう仕切りが備わっています。さあ、そしてこちら、内湯の浴槽です。これ広いですよね。銀水槽も広いんですけども、ここも広いです。で、私、4回入浴しているんですね。で、この日もですね、客室は満室だったんですけども、そこまでこう人でごった返すという感じはなく、結構広々のんびり入ることができたんですね。うまいことこう時間がたまたま分散したのかもしれませんけれども、そこら辺ですね、あまりこう気にせずに、どんどん、お風呂に入りに来てほしいと思います。次に露天風呂なんですけれども、内湯に比べて温度が厚めになってましたね。2月に行ったので、外はすごい寒かったんですけれども、とても気持ちよく入ることができました。そしてこの景色すごいですよね。開放感が本当にやっぱ露天風呂だからっていうのはもちろんそうなんですけども、本当に違いますね。随分先のお風呂まで見ることができる。これは最高のお風呂でした。こちらは水風呂になっております。ということはもちろんそう、サウナがあるんですね。次に女性側の大浴場、露天風呂のご紹介です。銀水槽の方もそうだったんですけれども、女性のところはですね、一人ずつこうドレッサーが備わっている感じになっておりましたので、こういうところって結構自分の時間として、ゆっくりこう乾かしたりとかできるというふうに思うので、そういうところもいいと思いますよね。中に入ってみますと、先ほどと同じようにですね、洗い場があるんですが、ここもですね、一人ずつこう仕切られている、そういう風になってますね。そしてこの女性側の大浴場も同じくですね、とても広々していて、そして景色がいいですね、ここから見るのも。これは最高だ。そしてこの露天風呂から見える景色も、やはり最高なんですよね。ほんと海が青々としてて、本当に素敵です。こちらにもサウナがあります。そしてですね、この後はですね、実際大浴場露天風呂入った直後の声を聞いてください。いやー、温泉がすごく良かったですね。内風呂と、露天風呂って感じであるんですけれども、とても良かったですね。やっぱりこう来てすぐに入るっていうのがきっといいんじゃないかなっていうふうに思います。明るいうちに入る。だから朝入るのももちろんいいと思うんですけど、やっぱり最初に来てすぐ入って、夜に入ってまた朝に入るっていうのがいいのかなというふうに思いますよね。で、ですね、内風呂の方はですね、なかなか温度も40多分1、2度くらいに多分なってるんだと思うんですよね。で、外の方はですね、やっぱ2月っていうのもあって結構外寒いんですよ。寒いんだけど、外の方が、露天風呂の方が暑かったですね。なのですごい気持ちよかったですよ。本当体出てるところは涼しくて、よく私言うことですけども、出てるところはすごい涼しくて、で、入ってるところが、あったかいと。そんな風な温泉になってましたね。とても良かったです。本当に景色も良かったし、あと泡風呂、ジャグジー泡風呂っていうのかな、それもですね、あってですね、娘はずっとそこにいたいとか言ってたので、どっちかというと露天風呂にいるよりも、内風呂の方にいたんですけども、そちら長くいましたけども、とてもいいお風呂でした。では、大浴場のある2階からグランドフロアに向かいます。こちらはですね、伊豆パラッツォというリゾート空間になっています。こちらに伊豆パラッツォの地図がありますね。
ここはナブラ亭と言いまして、夜食のラーメンやアルコール、一品料理などを楽しむことができます。また後で訪れます。では私たちが行った2月の時のですね、館内から見えた日本一の夕日をご覧ください。それで見てるから声なくなっちゃう。なくなっちゃう。部屋から見えるこの夕焼けもとても綺麗ですよね。マジックアワーですね。マジックアワーといえば銀水槽のラウンジ、波の音で飲むことができるこのノンアルコールカクテルのゆらめき。青色の部分はバタフライピーティーというハーブティーなんですけれども、ここにレモン果汁を入れるとですね、青が紫に変わるんです。とても不思議です。ここからが夕食のご紹介ですけれども、夕食は朝食会場と同じダイニングルーム銀河でいただきます。ここが入り口なんですけれども、案内されるまではこちらの椅子に座ったりとかして待ちます。会場が広いですよね。銀水槽のところも結構広いんですけども、こちらもすごく広いです。テーブルに案内してもらいますと、こんな形でですね、用意してくれてありました。そしてなんとご飯やおつゆ系がビュッフェスタイルになってるんですね。これは嬉しい。後ほどご紹介します。こちら別注でオーダーした 400g の S 級サザエです。桜プリン。最初に持ってきたのが五目ご飯とイワシのつみれ汁です。また五目ご飯を持ってきてですね、磯のりを使った味噌汁を持ってきました。そしてこれは塩ひじきにだし汁をかけて、お茶漬けみたいな感じしてます。これすっげえ美味しかった。普段あんまりこういうお新香とか食べたりしないんで、こういうところで食べられるのすごい嬉しいんですよね。とても美味しいです。ではご飯やお味噌汁がどんな風に置いてあるか見てみましょう。
いやいや、これだけしっかり食べてしまうと、後でナブラっていけないんじゃないかなっていうふうに思って、半分もうこの時点で諦めてしまいましたね。あれ、さっきベッドなかったのにベッドがある。ではまた朝食会場なんですけれども、ここから見る景色も本当にいいですよね。窓側の席に座れたらこれ最高なんじゃないですかね。とはいえ、ここの会場は窓も大きいし、長くずらーってなっているので、どこからでもこの海を見ることができるんですよ。そこは安心してください。こんな感じで朝食をとってまいりました。ご飯におにぎり、揚げパンがありました。これすごく嬉しかったです。この後朝食ビュッフェメニューをご紹介していきますので、ぜひそちらもご覧ください。朝食ビュッフェメニューのご紹介です。ほぼほぼ網羅しているはずです。個人的にはこの孫茶漬けがおすすめです。出汁をかけて食べると美味しいんですけども、そのまま食べてもいいんですよね。で、この出汁が美味しいって妻が言ってました。このあら汁のネギダク感が最高です。揚げパンはやはり人気でしたね。味はこの3種類から選ぶことができます。さっきも使った映像なんですけれども、もう一度。
ここからはお土産屋さんのマーレマーレのご紹介です。夕方4時から8時まではタイムセールで 5% 引きになってました。皆さんがいた時もそうかもしれないので、この時間に買うとお得ですよ。こちらのお土産屋さんはですね、とても広かったです。ここ一帯にあるっていう感じなんですけども、3カ所くらいやったかな、分かれてるような風になってました。なので、甘いお菓子であったり、おつまみになるようなものとか、干物であったりとかっていうのが、分かれて置いてあったんですね。なので、とても分かりやすいです。そして、お土産は道の駅とかで買おうかなって思っている方々もいるかと思うんですけれども、ここほんと品数が豊富なので、ここでこと足りてしまうという風に思います。ぜひですね、行った時は立ち寄ってみて、この品数の豊富さを体感してもらえたらなと思います。あまりにも商品が多いので、全部映せているわけではないんですけれども、ぜひご覧ください。では、プライベートビーチまで行ってみたいと思います。2月に行ったこともありですね、河津桜見ることができました。とても綺麗でした。そして、この芝生広場では手持ち花火に限りやることができます。手持ちといってもロケット状のものであったり、また爆竹など他のお客様にご迷惑や危険が及ぶものは当然禁止です。良識のある花火遊びで楽しんで思い出を作ってほしいと思います。バケツの貸し出しもあるようですが、数に限りがあるので譲り合って使ってください。ただ、ルールが変わる可能性もあるので、入銀数を訪れる前に今一度ホームページなどで確認してみてください。でここの、プライベートビーチなんですけれども、遠浅になっているので、そういった意味では安全ではあるんですけれども、ライフセーバーとかそういう監視員の方はいないので、そこはですね、自己責任で、楽しんでいただけたらと思います。というわけで、銀水槽祭り1泊目の入銀水の動画はここまでです。時期によって様々な楽しみ方ができそうな入銀水の魅力は一度では味わい尽くせませんね。またいつか泊まりに行きたいと思うリゾートホテルでした。2泊目の銀水槽の動画もぜひご覧ください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。